集まってるみたいですけれども、なんとか予選突破してね、水槽を走りたいと思います。ってましたが、なんとか開催できるようになったと思っています。一応栃木県でもちょっと規制がある中で、ちょっとやってるので、ちょっとお客さんはっていう感じになってますが、スタートしていきましょう。あといろいろと普段と違う面倒くさい、申請とかあったり、あと、審査席モニターのところ、基本的に流れは一緒なんですね。はい。基本的に流れは一緒なんですが、そっちはその D1 の方に絡んでくる大会になっちゃうので、ラインは出ないでください。その減点するポイントが違うってことなんで、だけど振りがぬるいとか、もう完全に合わせてくるのはその前に減点されちゃうんで、やることは一緒なんだけど、きちんとライン内に収めるっていうことが違いますね。聞いてないよ。はい。聞いてない。聞いてない。聞いてない。何をですか。今の話。俺が。違う違う。俺が。もう一回言えってこと。ライン出てもいいと思って出てきた。それはそんなクソで知らん。岡村さん、その大会は、埼玉の人は7月5日ですその大会は7月、埼玉の人俺ははもうそういう走りしかできねえよ、もう。頑張ってコース内を走ってください。やればできますそういう心構えでお願いします。残念ながら出ちゃってもいい大会は今日は栃木だけなんで。そうなんですね。残念でした。栃木の予選しかないっていう。かといってインチョロでいいってわけじゃないですからね。外側も減点、内側も減点っていうことです。間違えないでくださいね。栃木はい。振り出しから何から全部出てた。そうですね。栃木予選の方はその関係ないんですけど、そのラインの縛りってあんまないんですよ。一応コース内。はい、ちょっといいでしょ。駆除できないで帰るよ。はい。できないよそれ。やって。振り出しも出ちゃダメなんですか。白線のそこまでやらないと大幅に落ちない。でも出たらで、それはそれでそこが減点っていうだけなんで、はい、1点。出方によるそこまでけど、そっちに寄せていかなくちゃならない。アウトラインも白線の上じゃなくてカクンってならなければいい。そこまではもう出ないですね。白線までってなると結構ちっちゃく走らなくちゃならないんで、それならできるかもしれない。一応一般的に言われてる道の中の風でOK です。お願いします。はい。最初の1周目ドリフトできなかったもん。なんか振り出しづらそうでしたね、最初。まあ蹴りで行こうと思っちゃった。ああ、そうです。はい、
かも最初ブースト上げすぎたら、一発目のかきが強すぎて。そうですね。だけど1本目かやっぱ2本目のがちょっとなんかちょっと良くなりました。なんだろう、大人すぎるな。そうですね。さあ、そして最終組3台のマシンが出てまいります。岡村和義、茂木武史、そして飯島裕二。岡村さんはおいくつになられてるんでしょうか。おいくつになられてるんでしょうか、岡村さんは。まだね25ぐらいだったと思うよ。ああ、まあ見た目通りですね。そんなこと言うから雨降ってきてますよ。すいません俺のせい。今のは小口さんのせいです。すいませんでした。本当ですね、みんな傘さし始めちゃって。いや結構降ってきましたよ、このまあタイミングで。岡村さん、茂木さんあたりは大丈夫でしょう。雨降ってきても。いや、あそこの心境嫌ですよ。もうだってくぐり抜けてきてる修羅場の数が違いますよ、絶対。これウォーミングアップ？ウォーミングアップです。これもうウォーミングアップを審査してくれよって感じでしょうね。走る側がすごい高いからね。そうですよね。さあどうだ、まずこれはウォーミングアップです。うわ、滑っとんなー。怖っ、滑ってるよこれ。怖っ、これ雨は大丈夫？上がってはないな、降ってるな。降ってますよね。これでも降ってる量が微妙すぎて。まだ大丈夫かもしれないですね。ですね、多分ドライバーが感じてるほどじゃないのかもしれないですね。でも結構降ってるよ。怖いなこれ。降り始めが結構滑るからね。やばいですよね。一回もう完全に乾いちゃいましたからね。さあこの難しい状況の中で大ベテラン岡村和義選手がどんな走りを見せてくれるんでしょうか。さすがというコントロールを見たいところです。さあどうだ。おい、いやー、惜しい。やっぱ暑いね。暑いっすね。あれできちゃうんだっていう。まあ失敗だけど、はあ、期待がすごく持てる。あれうまくコントロールできるとあれを本当だったら20代の若手がやんなきゃダメですよね。そう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 。
あ、でも20代なのか、岡村さん。 25ですそうですよね。もう20後半だけどね。さあ続いてこちら群馬の大ベテラン茂木武史。さあどうだ、やっちゃったー。名手茂木をもってしてもやはりこのコンディションは厳しいか。あれ多分茂木さん後ろのスペーサーかなんか抜いてるんすかね。なんかえらい電車みたいになってるんですよね、後ろのタイヤが。彼いつもなんで。あ、いつもなんですね。さあ続いて飯島裕二。こちらは群馬の若手ですがうまさはあります。ああ、やっちゃったー。結構滑ってるね。だ振り出しだけはさっきのウォーミングアップの感じで来ちゃってよかったんですよね、多分この飯島は。そっから先のコントロールで、あまりにもインラインすぎるな。だ振り出しから合わせ込んできちゃったんですよね、この。これは良くない。なんかえてリズム乱れちゃいましたよね。最後のクラスかわいそう。さあ続いて2本目、当然この路面コンディションはね、審査の点数とかには反映されてますが、うわー、これは厳しい。これだから多分岡村さんの中でも1本目の感じでちょっと抑えればいけるなっていう。今ちょっと抑えてんだよね。そうなんですよ。抑えてますよねただそれ以上に路面が多分悪くなっちゃったんですよね、1本目より。いや、これは難しいことになってきた。そしてこの茂木武史はどう出てくるか。茂木さんあたりはね、うまくなりそうだったんだけど、これはいや、ベテラン2人が沈んだこの雨の中、最後に出てくるこの飯島が、そうなっちゃうよね。ベテラン2人沈んだ中でこの飯島が若手で決めてきたら大したもんですけどね。さあどうでしょうか、飯島裕二。さあどうだ、いけるか。惜しい。もうちょっとね、やっぱスピードを落とさないと。そうっすね。いや惜しいな。でもいや、これ最後のクラスついてないとしか言いようがないですね。最初と最後だね。もちろんコンディションの、ね、変化によって点数のその配点っていうのはね変わってきてると思うんですけど、やっぱスピンはね、スピンしちゃうとそうっすよもねうどうすることただもできない。もうスピンせずに行くだけでももうしんどいっていうコンディションに最後なっちゃいましたね。そうですね。初めてのドリフトコンテストです。いやーびっくりしたわ。2本ともスピン、正確に言うとウォームアップもスピンだから3本スピン。いきなり俺たちは最終組で走ったんだけども、最終組になった瞬間降ってきたね。
いやー2本目は結構抑えて安牌でいったんだけど、それでも1本目の路面よりもぬるぬるになった状態でスピンでした。いやー今日は優勝狙ってきたんですけど、こんなこともあります。これがドリフト大会です。俺のクラス走ったの3台とも、まあ俺よりも2人後ろの2台はうまいんだけど、そいつらも全部スピンです。さあもう今何時ぐらいだろう、2時半ぐらいかな。帰って仕事します。チュース。